がしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はファミコンのロールプレイングゲーム、銀河の3人の続きをプレイしていくのじゃよ。意外とこのゲーム、視聴数が多くて驚いたのじゃ。パッケージのデザインでネタにされることが多いのじゃが、さすが任天堂から発売されただけのこともあり、手堅い作りなんじゃよ。さて、前回のあらすじじゃ。西暦2300年、宇宙に進出した人類は、第二の母星を求めて放浪してきた宇宙人ガルムから侵略を受け、滅亡の危機に瀕していた。地球に迫るガルム空母を破壊するために、主人公たちライーザ隊は、バリオを形成する3つのガルムベースをようやく全て破壊することに成功した。宇宙ステーション、ユニックに戻った主人公たちは、科学者正義の情報で、ガルムベース3から何かが天王星へ向かったことを知らされるのだった。というわけで、次の目的地は天王星じゃ。前回ガルムベースを全て破壊したものの、この時点でガルム空母と戦ってもダメージを与えることはできない。ダメージを与えられる武器が必要なのじゃ。と言っても、今は何の手がかりもないので、あの皮肉屋の科学者正義が珍しく真面目に提供してくれた情報に従い、天王星を探索するのじゃよ。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ重々じゃ。ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。あと、基本的に通常戦闘はカットしていくので、あしからずなのじゃ。天王星に到着じゃ。天王星について早々にすごい情報を入手じゃ。科学者ヒロキといえばアルゴスに閉じ込められているというあのヒロキじゃ。ガルムベース3から天王星に向かったのはこのガルムの司令官だったようじゃな。ガルムのものでわからないことは正義に聞けということは、正義はかなりガルムに詳しいということじゃな。ガルムには勝てない、諦めろと言っていたが、あれはガルムのことに詳しいからこその発言だったことがわかるのじゃよ。現実が見えているからこそ、安易に希望を抱かせるようなことは言えない。ある意味、非常に誠実な科学者なのじゃ。さて、この天王星じゃが、奥に行くと2つに分岐し、それぞれ一旦地上に出ることになる。地上に出てから再度地下に入った先にイベントがあるので、両方とも逃さないように注意じゃ。まずは手前の分岐から行くのじゃよ。この辺りから破壊できる扉が登場する。ただ、扉によってはイオンビームなどでないと破壊できないものもある。この辺りまでで手に入る最強の武器であるイオンビームを早めに買っておくと良いな。おう、ここで4つのハートが出てくるわけじゃな。
結局、4つのハートというのが何なのかは不明じゃが。ここで珍しく喋るガルムが登場する。いかにもこの先に重要なものがあるのがわかるな。というわけで、手っ取り早くミサイルで倒すのじゃよ。肝心なところでブルーがやらかしてくれたな。案の定、一発で6ダメージを食らう強敵じゃ。リーパディンの登場じゃ。ちょっと見た目がジオンドに似ているが気のせいじゃ。こいつが例のガルムの司令官のようじゃな。傷を負っているようじゃが、司令官として堂々とした態度じゃな。そんなギーパディンの態度に男気を感じたのか、ブルーの発案で傷を治してやることになったのじゃ。自爆してしまったのじゃ。
友情を感じての自爆。よくわからない丸い機械。そして1859と一金星のキーワード。いくつもの謎を残してリーパディンとの戦いは終わった。とりあえずもう一つの方の分岐に向かうのじゃよ。構造としてはこちらも同じような感じじゃな。おう、そしてここにも重要な情報が。ヒロキの作った反物質ミサイルがあればガルム空母が破壊できるわけじゃな。まあ反物質ミサイルがあったらほとんどの物質は破壊できそうな気はするが。ガルムの抜け殻は置いといて、ここで勇気のハートとスリーウェイが手に入ったのじゃよ。勇気のハートというのは何か意志とか覚悟のようなものかと思ったら物理的に回収できるものだったのじゃ。相変わらずよくわからないアイテムなんじゃよ。ブルーの母親からのメッセージじゃ。こういう細かいテキストがキャラクターの魅力を掘り下げてくれるんじゃよ。さて、これで天王星でやるべきことは終わったので、さっさと帰るのじゃ。とりあえずは回復も兼ねて一番近いユニックに向かうのじゃ。ガルムのことに詳しいというユニックの科学者正義に先ほど手に入れたよくわからないガルムのアイテムを見せるというのもあるな。ゲームの進行には直接関係ないが便利なのが先ほど手に入れたスリーウェイじゃ。これは戦闘時にダメージを与えられる相手が3体に減る代わりに与えるダメージを増やすことができる。本作の戦闘システムでは敵の数が多いほど1体あたりへのダメージは減少していくので、このスリーウェイを使うことでダメージを与える相手を絞り敵の数を減らすことができる。敵の数が多いとそれだけダメージを食らうことになるので、
敵の数を減らせるというのは有利なのじゃよ。ユニックに到着じゃ。なんとこれはガルムのバリアを解除する装置だったらしい。コナミコマンドみたいじゃな。地球戦士ライーザ、本来の本作のタイトルじゃな。これが使えなかったのが残念なのじゃよ。なんか噂ではライザーというタイトルがすでに商標登録されていたためという話があるが、ファミコンではそういうタイトルは出ていないので、未発売とかで終わったのか海外向けなのか。とりあえず、この装置があれば、アルゴスのバリアが解除できそうなので、アルゴスに向かうのじゃ。ここまでの情報を総合すると、アルゴスのヒロキに4つのハートを全部集めてから会えば、反物質ミサイルがもらえて、それでガルム空母を倒せるという展開じゃな。ヒントがわかりやすくて助かるのじゃ。この時代のファミコンゲームは、ろくにヒントもないまま謎を解けというゲームも多かったからな。おう、やはり解除できたのじゃ。ヒロキもやはりこの髪型なんじゃな。この時代のおっさんたちの間では定番の髪型らしい。やはり予想通り、4つのハートを集めないといけないようじゃ。今まで行っていなかった惑星を探索じゃな。まずは一気にユニックまで戻るのじゃ。あ、ユニックまでのキロは面倒なので省略させていただくのじゃ。
正義もすっかり応援してくれるようになったのじゃ。行っていない惑星は火星と金星じゃが、まずはシンプソン経由で火星に向かうのじゃ。ここで覚えた ESP の友情は、慰めより回復量の多い回復効果がある。ドラクエで言うとベホイに、ファイナルファンタジーだとケアルラじゃな。これでガルム空母を倒すまでは一旦レベルも上がらなくなるので、シンクソンまでは途中を省略するのじゃ。今のところ、手に入れたのは、勇気のハートのみ。あとは、友情、愛、力の3つのハートを手に入れなければならないのじゃ。本作と一家地球戦士ライードのストーリーのプロットは、宇宙戦艦ヤマトやメガゾーン2-3など、多くの SF アニメに関わった長谷川康夫氏が担当し、久場誠こと杉江忠氏が最終的に PC 版およびファミコン版を手掛けている。反物質とか SF 的な要素が多く使われているほか、言われてみれば全体的にヤマトなどの雰囲気を感じるのじゃ。もともとエニックスは PC ゲームのメーカーじゃが、ボートピア連続殺人事件など昔からシナリオを重視したゲームが多い。ドラクエなどで有名になった後も、シナリオのエニックス、グラフィックのスクエアと呼ばれた時代もあったくらいじゃよ。杉江忠氏が立ち上げたゲーム制作集団スタジオジャンドラや中村浩一氏のチューンソフトなど優秀な若手の外部スタジオを活用し、その後ゲーム業界で活躍するクリエイターを育てたとも言える。自社内での開発にこだわったスクエアともその辺が対照的じゃな。ようやく火星に到着じゃ。入った途端にいきなり力のハートがあるという直接的なヒントを入手じゃ。これはありがたい。このゲームのダンジョンは総じて作りが複雑で、しかも敵とのエンカウント率が高い。強い敵が出てくることが多いので幻滅しがちじゃ。アイテムもあるが、ミサイルとかエネルギーパックとか大したことのないアイテムが多いので、基本的に重要アイテム以外は無視でよい。
々不利を悟った敵が突撃してきたり自爆したりするのが敵にも意志があることを想像させるのじゃ。おう、このミサイルポットの情報は嬉しいな。20発まで所持できるとかなり助かるのじゃ。この辺りの扉もイオンビームでないと壊せないものがあるので注意じゃ。このピカピカはいわゆるダメージ床じゃ。とりあえずブースターが手に入ったのは嬉しいな。これで宇宙空間での跳躍距離が伸びるのじゃ。本作での回復手段は結構限られるので、こういうトラップが地味にきつい。エネルギーパックは9個しか持てないし、意味の ESP もそれほどポイントが多くないので、回復手段に困ることが多いのじゃよ。ここはさらにダメージが多いダメージ床なんじゃよ。ワープ先に抜けたところでようやく目的地じゃ。扉にバリアとかなり厳重なのじゃ。力のハートとミサイルポットを手に入れたのじゃ。もう用は済んだので、意味のワープで一気に脱出じゃ。またバリアを抜けていくのはゴリゴリなんじゃよ。今回はここまでにするのじゃ。では、次回もよろしくな。